こんにちは、マントです。このチャンネルでは主にキャンプや旅について取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げるので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。さあ、この日は以前に取り上げた東北絆祭りを開催していた日なので、パビリオンは2つしか見ていないのですけれども、その2つのパビリオンの紹介をしたいと思います。この日は西ゲートの10時予約だったんですけども、ちょっと入るのが遅れまして、入場できたのは10時50分頃でした。入場してすぐに当日登録端末 W の76番のところで予約を取りました。命動的平行感の予約ができました。さあ、今日1つ目のパビリオンは中国館です。この独特のフォルム、これは中国の竹館をイメージして作った建物なんだそうです。この日は広西チワン族自治区の特集をやっていたみたいで、その民族舞踊なんかも披露されてました。万博会場ってあんまり中国の方見ること少ないんですけど、やっぱりこの中国館に関してはかなり中国の方が並んでましたね。このパビリオンの説明なんですけど、この QR コード1つを読み込むことでほとんどのですね展示物の説明を見ることができるようになっています。だいたい並んで20分ぐらいで入場することができました。入り口のイントロダクションの動画では孫悟空も登場したりします。入ってまず目につくのはこの漢字のディスプレイ。古代から現代までの漢字の進化が見れます。そしてこれすごいんですけど、展示物の前のガラスがタブレットみたいになっていて、ここで操作することによってその文物の説明を見ることができます。今見えているのが牛の骨に刻まれた甲骨文字の展示で、その隣にあるのが周の時代の青銅器に刻まれている漢字、そしてさらにその右側には秦の時代に刻まれた漢字というふうに漢字の変遷を見ることができるようになっています。そしてこの大型ディスプレイでは季節に応じた昔の中国の暮らしというのがデジタルで動かされて表示されています。そしてもう一つが中国の暦、これは日本人にも馴染み深い二十四節気を説明しているディスプレイになります。そして入り口で一番目を引くのがこの青銅真珠。これは三星堆遺跡という四川省の遺跡で見つかったものなんですけれども、4500年前から2900年ぐらい前にかけて、存在した遺跡ということで、かなり前のものなんですよね。これ実はですね、国宝級のものなので中国から持ち出すということができなくって、精巧に作られた複製なんだそうです。複製ということを最初から書いてくれればいいんですけど、その説明がないので多分みんな勘違いして、見ちゃってるんじゃないかなというところはちょっと残念ですよね。そして次の展示では浙江省の杭州市で発見された良書文化の遺物が展示されています。この良書文化というのは5300年ぐらい前から4000年ぐらい前にかけて栄えた稲作を中心とした文化なんだそうです。それぐらい前から稲作してるっていうのもすごいですよね。そしてこの展示もすごいです。これは殷の時代のかなえです。かなえの慶長を問うという言葉が残っているように、このかなえというのが権力の象徴だったんですよね。すごい大きさで、これも複製なんですけど本当に本物にしか見えないぐらい精巧に作られているんですよね。そして次の展示では自然と人間の共生について語られています。また中国固有の生物についての説明もありました。次の展示への通路には友あり遠方より来たるというあの言葉が書かれていて、古代に中国との交流を果たした人々たちのレリーフが飾られています。安倍の中丸さんですとか、こっちは鑑真和尚ですね。
して一つ上の階から先ほどの展示を見渡せるようにもなっています。ここにはですね、特集されているチワン族の民族衣装が飾られていました。次の展示では現代の中国人の一日を記録した映画が上映されています。この映画ね、本当におしゃれに作られてるんですよね。よく飛行機の中で、国のイメージ映画とか流れるんですけど、そんな感じの映画でしたね。最後は中国のテクノロジーに関する展示になります。これはよくいろんなパビリオンで見るスマートシティの説明ですね。そしてこっちが AI の孫悟空。そして何といってもですね、やはり目玉になっているのがこの月から採取した砂の展示です。ここで展示されているのはジョーガ5号と6号という無人探査機が採取したサンプルです。こっちがジョーガ5号のサンプルですね。そしてジョーガ6号はなんと月の裏に行って月の裏からサンプルを採取してるんですね。これは非常に価値があるものらしいです。採取したのもなんと2024年の6月ですから、たった1年前のことなんですよね。他には海底探査に関する展示なんかがありました。最後は入館の時にもらったしおりの QR コードをかざすとなんかの市民になるらしいんですけど、なんだかよくわからない最後でした。お土産はこんな感じでした。中国の絵画やそれにピンバッジ、それからお茶、漢字のキーホルダー、あとはマグカップなんかが売られていました。小物類が多かったですね。中国館の感想です。展示の内容としてはイタリア館に匹敵するような文物がいっぱい展示されてるんで、見どころはたくさんあると思います。ただそれを複製品と正直に言ってくれないというところがちょっと残念ですよね。後で騙された感が出るより、最初からこういった理由で複製品なのでそこはご承知くださいって言ってくれればですね、イメージが全然違うと思うんですけどね。展示の内容はかなり充実しているんで、全部ゆっくり見て回ると軽く1時間は超えると思います。そして最後にですね、月の砂のサンプルまで見れるわけなんで、十分ですね満足できるパビリオンだと思います。続いてはシグネチャーパビリオンの命動的平衡感です。この命動的平衡感を見る上で理解しなければいけない言葉が2つあると思います。動的平衡という言葉と、それからエントロピーという言葉です。動的平衡はこのパビリオンのプロデューサー福岡伸一さんが提唱している概念です。絶えず変化をする要素を持ちながらもバランスを保ち続ける状態、これを動的平衡と呼んでいます。身近な例で言うと川の流れ、水は常に入れ替わっているんですが、川の流れの状態や水量などはほとんど変わりません。これがまさに動的平衡です。もう一つがエントロピーです。例えば氷の塊があったとします。そのまま部屋の中に放置しておくと、そのうち氷は溶けて水たまりになります。このように秩序だったものが無秩序な状態になっていくことをエントロピーが高くなると言います。このように自然界ではエントロピーは常に増えていく方向にあります。なのに生命はなぜ形を維持し続けて、そして種が存続できるのか、ここがこのパビリオンの一番の肝なんではないでしょうか。
この命動的平衡感の建物自体が生命を模したものになっているそうで、中に柱が一つもなくて生命が自立しているというのをこの建物自体で表しているんだそうです。中はかなり暗い状態で、中央に大きな柱のようなものがあって、そこがキラキラ光っています。これがこのパビリオンの展示の本体になります。絶えず自らを壊しながら作り続ける移ろゆく流れの中の一時的な存在です。そんな一時的な存在である命は途切れることなく受け継がれてきました。それは生き残りをかけた争いの歴史ではなく、命をつなぐ協力の歴史なのです。そしてここからは生命の壮大な歴史が語られます。そして生命というのは利己的ではなく利他的、共生や協力などを通じて進化が促進されてきたということを訴えます。なんかこの一つ一つのシーンを見ていると、アニマだとか最後のドローンショーに通じるところがあって、やっぱりシグネチャーパビリオンっていうのは全体を通して命というのをテーマに話し合って作ってるんでしょうね。そして最後はこのパビリオンのプロデューサー福岡さん本人が出てきて、生命の動的平衡についての説明をしてくれます。私は動的平衡によってそれが説明できることに気がつきました。坂を転がり落ちる円の一部を開いて、一方の端を壊し続け、もう一方の端を作り続けます。そして合成よりも分解を少しだけ多くすると、下るはずの坂を登り返していくのです。これが動的平衡の状態です。輪っかは徐々に短くなり、やがては消えてしまいます。それはつまり生命がいつか必ず死を迎えることを意味しています。命は有限であるからこそ輝きます。死は怖いことでも虚しいことでもありません。死があるから新しい生があり、進化が生まれます。死もまた命をつなぐ利他なのです。私たちの命は利他によって紡がれてきた38億年の生命の流れの中にあるのです。これで最後になります。この福岡さんの動的平衡という考え方自体は批判もあるようでして、その概念が曖昧だとか具体的なメカニズムが不明瞭とか、そういった批判もあるようですけども、考え方としてはすごく面白いですよね。命動的平衡感の感想です。エントロピー増大の法則があるのになぜ生命が維持できているのか。このテーマいきなり言われたとしても何のことかわからないですよね。ですのでこのパビリオンを訪問する前には多少の予習が必要ではないでしょうか。弱肉強食という言葉で語られがちの進化に利他という概念を持ち出して、生命の共生や協力によって進化が維持されてきたというこの考え方っていうのはすごい面白かったですね。そして坂道を登るあのリングの説明、動的平衡を維持していくためには死が必要であるというこの意外性がある説明というのは面白かったですね。この万博では命の輝きについて語られることが多いんですけど、命の輝き、生命の循環のためには死が必要という逆説的なこの説明っていうのはすごくね、意外性があって面白かったです。さあ、今日のパビリオンの紹介はここまでです。もしこの動画見て気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンなどお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。